おはようございます。6時半になりましたので、ライブ配信を始めたいと思います。よろしくお願いします。ではこれをちょっと外します。今日は4月5日金曜日6時半から7時はい、6時半から7時でライブ配信をやっていきます。はい、よろしくお願いします。でははい、今日も朝なので白湯を時折飲みながらライブ配信をしていきます。で、早速、見てくださいましてありがとうございます。コメントもありがとうございます。おはようございます。まずは、どこまでやったのかをお話しさせていただきます。こちらの差し子付近がライブ配信の時に刺している付近になります。変わり込め刺しを今日も続きを差し子していきます。斜めのラインに今入っています。で、ちょっとずらします。今どこにあるのかと言いますと、これが、針糸がつながっていまして、途中ですね、今ここから糸が出てます。この斜めのラインを下まで来まして、で今1列なってるので、ここが隣が空いていて、ここが1列斜め下に差し子してますので、次はここからさらしとさらしの間に針を通して、糸を通して、で、隣の列を上まで行きます。まずはね、そこまでやろうかなと思います。時折ちょっと飲み物を飲みながら進めようと思います。では隣に行くので、ちょっと手元に集中いたします。今隣に移りましたので、ここを並行して斜めに差し越していこうと思います。
今ですね、私は差し越しているのですが、うちの猫様が周りをちょっとうろうろしておりますので、何か物音がしたら猫が動いてる音だと思ってください。ちなみに今は私のすぐ後ろにいて、こたつの中に入るかもしれないので、ちょっとこたつ布団を上げてあげます。はい、今布団をめくってあげて、こたつの中に入っていかれましたので、あとは暖かいところでお休みになられるかと思います。はい、私は差し子を続けます。差し子をしながらライブ配信についての話をしようかなと思います。まずはだんだん映す角度、スマホスタンドの位置などはこんな感じで大丈夫かなっていうのが自分の中で分かってきた感じがありますので、そのあたりはスムーズになったかなと思います。で、今ちょっとこれがなかなか難しいなって思っていることが、まず一つが明るさですね。でも今日はどうだろうな、私今スマホで映していて iPad で YouTube の画面を開いて何秒間か遅延はしているんですけれども、ライブ配信を iPad で確認しながら差し子をしています。これで見る分にはでも天気とかにもよるんですかね。ちなみにでもこちらは曇りですね。すごい晴れてるっていうわけでもないですが、なので話は戻りますが、明るさが気にはなっていて、そのあたりで、ライトがあった方がいいのかなと、その辺をちょっと今は考え中ということですね。収録配信の動画ですと、後から編集をかけることができるので、明るさの調整なんかをそこですることができるんですけれども、ライブ配信となりますとそれができない。もしやるとすると、一回その動画を、パソコンは私 iPad 使ってるんですけど iPad に落として編集をかけて、でその動画をまた、アップロードするっていう形になるんですけど、そうするとライブ配信のタブに行かなくて、なんか収録の動画と同じような扱いになっちゃうなと思うので、そこが私ちょっと気になっているので、それだったらもう最初から明るい照明で明るくして映した方がいいかなとか、そんなことをただ考えてるっていう話です。あとは、音量ですね。音量が小さいっていうところが、収録の動画ですと、ちょっとお待ちください。今段を変わりましたので、ちょっと確認作業してます。直角に、さっき指していたラインに対して直角に行くように今方向を変えようと思っているところです。はい、確認できましたので、このまままっすぐ行きながら、はい、さっきの続きお話をすると、
どこまで話したか忘れてしまったんですけど、とにかく音量が小さいっていう話なんですよね。で、その収録のものはいつも後から音を大きくしている。スマホで撮ったものを編集かけて音を大きくしていてっていうことをやるんですけど、さっきの照明明るさの話と同じで、音量調整がボリュームを上げるっていうのがライブ配信中はできなくて、マイクのオンオフですね、音を消すかどうかっていうのはタップ一つでできるんですけれども、っていうのがちょっと今悩みどころなので、対応策としてスマホのマイク位置をできるだけ近づけているっていう対応で今はやっております。この辺りが機材を追加するのか、追加するにしても何を追加したらいいのかとか調べなきゃいけないし、あとは、配信のアプリ、それを調べて、例えばそのアプリ経由で音を大きく調整できるものがあるのかとか、そんなものを調べようかなって思ってる感じです。はい。あともう一個あったような、照明と音量ですね。もう一個あったような気がしたんですけど、思い出したら話します。あ、もう一個思い出しました。昨日の夜にサムネイルを作っていました。今ちょっと段を変わるので手元に集中いたします。はい、大丈夫ですね。はい、話の続きをしますが、昨日夜にライブ配信用のサムネイルを作っていました。収録の動画に関してはもう自分でこんな感じかなって思って作ったテンプレートがありますので、それにタイトルを入れ替えていけば、あとはその時の写真ですね、それを当てはめていく感じにもう作ってるんですね、テンプレートを。で、そういうのがライブ配信用でも作ろうと思いまして、昨日の夜にやってみました。それまではただその日のこの付近ですね、この付近を写真に撮って、それをそのままサムネイルとして画像を選んで入れ替えていたっていう感じなんですけど、ライブ配信であるってことと、あと日付を、サムネイルに入れると親切かなと思ったので、そのあたりを、キャンバですね、キャンバを使いまして、 iPad ですね、 iPad で昨日作っていました。それが
とりあえず昨日の4月4日ですね。4月4日のアーカイブからもうすでに変わっています。あれは日付を変えてあげれば、そのまま、使っていけますので、その方が統一感が出るかなと思いますので、今日時間があったら変えていこうかなと思いますし、今後のライブ配信、今日のもそうですけど、この動画もアーカイブ公開される時はサムネイルはそのテンプレートで日付のところだけ変えてあげればいいかなと思うので、それがちょっと昨日から今日にかけて変わったことに、ライブ配信関係で変わったことになります。では今この角度で2列刺しましたので、次今ここにあるんですけど、ここから直角に向かっていきます。でこっちの流れになりますと1列開けてあげるので、今ちょっと、手元に集中します。でもこれは多分すぐですね。すぐ隣にちょっとだけ針を入れてあげて、出してあげてっていう感じなので、だんだん斜めが交互に、刺していますので、この辺りなんかがちょっとこう道ができてきたかなっていう感じはあります。はい、この辺りは刺し終わって、この方眼の線なんですけど、水色の部分は水で消えるタイプのペンを使ってますので、あとはちょっとフリクションで印をつけたところもあるんですけど、それで消してあげるとはっきりとこう斜めのラインのこの空いてるところですね、空いてるところがこう道にもっとはっきり見えてくるんじゃないかなと思います。この辺がねちょっとずつできてきてますね。私はこの感覚でしか作ったことがないので、これ斜めのパターンを変えてあげると、ここの道のね線をね変えてあげるとちょっと雰囲気変わるとは思いますね。私は2列やって1個開けて、2列やって1個開けるっていう流れで毎回作ってます。これを例えば123列刺したら1列開けてあげるとかなりますとね、もうちょっとこう大きい道になるんじゃないかなと。道は変わらないですねこの残ってる面積が違うんですね。そのあたりのアレンジも楽しめる模様ではないかなと思います。でその法則を決めたらその通りにねやっていけばいいですのでね、それはそれで楽しいんじゃないかなと思います。雰囲気がまたね違って見えるでしょうしね。はい、じゃあこうまっすぐいきます。であとは、収録の動画の話をしようかなと思います。リアルタイムなのでライブ配信ですとねできるんですよね。収録の動画の方だと今こうなんですって話しても結局それが配信されるのって3、4日後だったりするので、なんか状況がずれてしまう可能性もないこともないんですけど、
ライブ配信なのでね、今日これやりますって言ったらそうなるので、何が言いたかったかというと、今日の19時に、次の収録動画を配信する予定ですっていうことを言いたかったってことですね。急に何かが入ってこない限り、今日の午前中のうちにインスタグラムと YouTube のコミュニティに今日の19時から動画を投稿しますっていうようなね、お知らせを流そうかなと思っています。昨日もそんな話をしたんですけど、昨日のライブ配信でですね、でそのに、昨日言ったのは確か動画はもう非公開状態でアップロードはされていて、そっちの準備はできていると。ただ残っているのが概要欄の入力だったりサムネイルだったり、そういうのが残ってると。その辺ができるんだったら、もしかしたら昨日の夜っていう感じではちょっとぼんやり思っていたんですが、結局やっぱブログを書くのがちょっと間に合わなかったですね。なので、昨日のうちに仕上げて、ハテナブログですね。ハテナブログの方は YouTube の動画が配信されたら、あとはそのリンクをハテナブログに貼り付ければ、ハテナブログもすぐ公開できるように下書き状態に今なっているので、あと概要欄の入力と収録動画のサムネイルも作成しましたので、15時になりましたら配信する予定になってます。だんだんこの糸が短くなってきました。で、次の列に入ってもちょっと端っこまではいけないですし、だいぶ短くなってきましたので、一旦ここで、裏で重ねて糸を切ろうと思います。なのでちょっと手元に集中いたします。はい、今ちょっとフレームアウトしてしまっていたかもしれないんですけども、裏で重ねるのでちょっと手元に集中しておりました。ここのところで裏でこの流れに沿って糸を重ねました。ではここで切ります。はい、こんな感じで置いてあげると、はい、あれどこ行ったみたいなことにならなくて済むので便利かなと思います。こういう感じになってます。
どこまで行ったっけ見失ってしまった。ここですね。ここですね。はい。糸を付け替えます。両手を広げて2回分で今糸を取りました。では今糸がここですね。ここの流れで差し子してここで止まりましたので、次の隣から戻っていく感じで差し子をしていきます。なのでここでちょっと刺し始め、これはいけないこれはいけない。これは私一目をちょっとやってしまいましたね一目が足りない。ちょっと落ち着いて確認いたしますね。これは多分一目私足りないですね。ここが足りなかった。じゃあ外枠で裏で重ねて、ここだけ一目ちょこっとやってこっちの列に行ってこう戻るっていう作戦にしようと思います。なのでちょっと手元に集中します。そこを埋めるところまでやったら今日は終わりにしようかなと思います。ちょっと頑張って一目ね、一個手前で終わっちゃいましたね。私これはいけないなのでちょっとフレームアウトすると思うんですけれども、ちょっと手元に集中いたします。ちょっと今スマホを触ってしまいました。画面がちょっと揺れたと思うので失礼いたしました。
ちょっと慌てましたね今。一目が、改めて今どういう状況だったかを説明いたしますと、ここの、結局ね、この流れで差し越していて、本当はここまで行くはずだったのに、この一目分を刺さずにここで折り返してしまって糸処理をしてしまったんですよね。でここが空いてることに気づき、一旦、糸変えました。その後気づき、ここの外枠の裏側で重ねて、でここで一目刺して、でその後にこっちに移って、こういうふうに言っております。ちょっと応急処置的にそのような感じにしてみました。ちょっと飲み物を飲みます。今横を指してるのですね。そう縦横で斜めねいきますのでね、ぜひ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 、でも一緒にありがとうございます。もう7時過ぎてますね。この一目をちょっと飛ばしてしまったがゆえに、この斜めの一列いけるかななんて思ったんですけど、糸を変えてる時点では。でも気づいて応急処置をするところまでできたので良かったなと思います。次のライブ配信ではここで糸が出てますので、そのままこの続きをねこういう風にやっていけばいいだけなので、スタートが分かりやすくていいなと思いました。はい、今日刺したところですね、どこから刺したか忘れちゃったんですけど、とにかくこの斜めとこの斜めのラインですね、斜めのラインをこの向きで行ったりこの向きで行ったりっていう感じで、そして今最後この斜めですね、ぐーっと降りてきて、ここを折り返して今ここに色がついております。はい。ということで7時過ぎましたので、今日のライブ配信はここまでにしようかなと思います。あの常にね10人、少なくとも10人くらいは見守っていただきましてありがとうございます。で、今日金曜日ですので、基本は平日不定期の6時半からということでライブ配信をしております。ですので明日、明後日土日はお休みさせていただきます。よろしくお願いします。で、じゃあ次は月曜日なのかっていうところもちょっと予定が今の段階ではわからないので、月曜日でしたら前日日曜日の夜にライブ配信のスケジュール設定がもしされていたら月曜日の朝あると思ってください。もし日曜日の夜に結局スケジュール設定が目安夜10時くらいまでには設定するとしたらあげようとは思うんですけど、その時点までされていなかったら月曜日はないんだなって思っていただければ。なので基本は前日の夜にスケジュール設定があるかないかでライブ配信があるかがわかるかなと思います。直前にしかちょっと予定をお伝えできず申し訳ありません。で、あとは今日は先ほども言いましたけれども、収録動画ですね、準備ができてますので、今日の午前中に、投稿します。今日の19時に投稿しますみたいなお知らせを何もなければ流そうかなと思います。で、今日もアーカイブ動画は残す予定なので、もしかしたら今日収録動画を配信するので、今日のアーカイブはもしかしたら明日にする可能性があります。はい。
はい、ありがとうございます。チェックしてくださってありがとうございます。またね、タイミングが合いましたらよろしくお願いします。あとアーカイブもきっと何もなければ残りますので、後からそちらで見ていただいてもという感じですので、よろしくお願いいたします。はい、では7時過ぎましたので、今日のライブ配信はここまでにさせていただこうかなと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。はい、では失礼いたします。